んにちは、モネです。今日はバレットジャーナル上半期の手帳の中身を紹介していきます。といっても5月に手帳を変えたので約2ヶ月分のものになってます。動画を見ていて気になるページがあったらコメントで教えてください。詳しい作り方を別の動画でまとめ直そうと思ってます。それでは今日も楽しい手帳時間いってみましょう。まずはバレットジャーナルに使っている手帳の紹介をしていきます。私が使っているのは SS 工房さんというところから出ている英語サイズの革のシステム手帳です。実は人生で初めてのシステム手帳なので大切に使っていきたいななんて思っています。手帳の中身に使っている紙は厚口上質紙 90kg というもので結構厚めの紙を使っています。仕事上でちょっと使うことがあるので箱買いしてるんですけど A4 サイズで500枚入っていて1200-300円だったかなって思います。この紙はコピー用紙と違ってやっぱ厚みがあるので家のプリンターで両面印刷をしても裏写りがあんまり目立たなくて結構好きな紙です。私のバレットジャーナルは大きく分けて3つに分かれています。1つ目が2020年全体のことをまとめたページで、2つ目はマンスリーログを中心にした月ごとのページで、3つ目が自由に書くコレクションページに分かれています。手帳の中で使っている紙に比べてもっと厚い紙を使ってインデックスを作って分けています。まずは2020年全体のことをまとめたページを紹介していきます。バレットジャーナルといえば欠かせないインデックスのページ、グレーのマーカーを使ってね綺麗に交互に書いていきたかったんですけど、失敗しまくったのでもうなんならって思ってパソコンで作ってプリントアウトしています。どのくらいのページ数になるのかちょっと見当がつかなかったので4ページ用意しました。次はタスク管理のキーページ。私の手帳全体で言えることなんですけどシンプルに仕上げたいので黒、白、グレーを基本的に使ってポイントカラーに1色使うことが多いです。このキーページは黄色がポイントカラーになってます。ラビットロギングのタスクセントは四角じゃなくて丸を使っています。フューチャーログのページもかなりシンプルに仕上げてますね。作り的には一番上にカレンダーが来て、その下に友達や家族や彼氏の誕生日とでその下にスケジュールを記入しています。これだけ多くのカレンダーを書くのは心が折れてしまったので私はパソコンで作ってプリントアウトしました。今回作ったカレンダーは無料ダウンロードできるようにしといたのでよかったら使ってみてください。ダウンロード URL は説明欄に書いておきます。1ページ余ってしまったので作ってみた2020年ゴールページ、小窓のように開ける仕様になっていてテーマごとに目標が書いてあります。今年中にちょっと引っ越しをする予定なのでホームの場所にはこれから目指したい部屋の雰囲気を書いています。この小窓も貼り付けっぱなしだとパタパタしちゃうので MT の無地のマステを使って結構適当に三角に切って貼ってます。ここからは月ごとのページです。トレペを1枚挟んで華やかにしてます。結構トレペの透け感が好きでよく多用してます。毎月表紙のイラストは iPad で描いてます。5月はカーネーションで、6月は傘、7月はメロンソーダ。毎月その月を連想させるものをイラストに描いてます。シンプルでおしゃれな手帳を目指してるのでマンスリーログはマンスリーログもあまり飾らずシンプルにしてます。もうシンプルになりすぎるとちょっと見ててつまんない手帳になりやすいのでアクセントになるアイコンを書いたり文字だけにならないように吹き出しでメリハリをつけたりしています。マンスリーログは毎月決まったことを書いているのでテンプレート化しています。テンプレートの内容はカレンダー、縦カレンダー、ハビットトラッカーで月のゴールでトゥードゥ、その月のちょっとした反省と週ごとの日記、この7つをテンプレートにしています。5月は月間フォーマットを作るのにいっぱいいっぱいになっちゃって特別なページが作れずに楽しむ心すごくゼロな中身になってしまいました。6月はちょっと余裕ができたので新しいリフィル作りにチャレンジしてみました。作ったリフィルは購入品レビューのリフィルと
月間ダイエットプラン、夏も近づいてるのでね、ちょっとダイエットにも力を入れれるようにリフィルにしました。追加リフィルはマンスリーの後ろに追加していってます。商品レビューページはその月に買ったものをイラストと一緒に記録しておくページとして作っています。イラストの部分は写真でもいいなーなんて思っています。リフィルには商品名、買った日、値段、レビューを書けるようにしてあります。ちなみに中俣のどら焼き粉はめっちゃ美味しいんでおすすめです。お菓子の話をしてこの話出すとめっちゃ説得力なさすぎなんですけど、6月はダイエットリフィルも作りました。ダイエットページでは月の目標、トゥードゥ、ハビットトラッカー、その月の結果、写真を貼る場所、この5つの項目を作っています。作ってよかったページなので来月も続行していきます。月ごとのダイエットページを作ったのはいいんですけど、月をまたいで自分の体重変化を見れるようにもしたいなと思ってグラフページも作りました。短期的なものじゃなくて結構年末まで長くダイエットしようと思っているので、6ヶ月間の記録を残しておけるように A4 見開きでグラフを作りました。赤ペンが目標、黒が実際の数値なんですけど、今月は 1.3 キロマイナスでしたね。ちょっと目標は3キロぐらいマイナスしたかったなっていう感じだったんですけど、7月も頑張ります。システム手帳はいろんなサイズの用紙を挟めるので、できることの幅が広がるなってちょっと感じましたね。 A4 サイズですが普段は折りたたんで手帳に入れてます。7月はまだこれからなので今回はちょっと飛ばします。ちょっと見覚えがある人もいるかと思うんですけど、しいたけ占いをまとめ直して手帳に挟んでいます。年に2回のしいたけ占いめっちゃ楽しみにしてるんですけど、下半期の占いが発表になるといつも上半期なんて書かれてたのかって忘れていることがすごく多くて、せっかく楽しみにしてるものでもあるので毎月見直すようにしています。ちなみに見直すページは月ごとのアドバイスの部分です。これは私の月末ルーティンになっています。見直すときは赤ペンで気になったところにメモを残しています。下半期のものももうセッティング済みです。マンスリーログのページを作るのに一生懸命になっていて、ちょっとコレクションページはこれからなので、また中身ができたら紹介したいと思います。最後には外でもちょっとしたデコレーションができるようにファスナーポケットに切ったやシールを入れています。今回は2020年上半期の手帳の中身でした。これからページが増えていくのが楽しみです。気になるページはありましたでしょうか？よかったらコメントで教えてください。最後までお付き合いありがとうございました。それではまたお会いしましょう。モネでした。